軽散歩山手線一周の旅2回目というわけで、今日はですね大塚駅の方に来てます。前回ね巣鴨を回ったんですけど、巣鴨のね隣の駅になっております。でさらに隣がね池袋になってますね。すぐそこまで行けばねもう大都会池袋があるんだけど、大塚はね比較的静かなところです。なんかね外国の方が結構多くて、スーツケース持ってるね外国の方が多いので、多分ホテルに宿泊してる人が多いんじゃないかなっていう感じで、北口と南口があるんですけど、今日はね両方行こうと思うんですが、全然ね雰囲気がまた変わるんですよ。北口と南口でどういう風に変わるかはね、散歩しながら皆さんの方にお届けしようと思うんですけども、面白い街、遊ぶところもあるし過ごしやすいところもあるし、線路を渡っただけでこんなに雰囲気違うんだっていう感じのね場所なので、ちょっと面白いものが見れるんじゃないかなっていう感じで、というわけで今日もね行ってみようと思います。でね、カメラなんですけども、今日はというかいつもね、ルミックスの GH6 で、レンズがライカの 42.5F1.2 のレンズになってます。あと ND フィルターね。今日はねこの単焦点レンズ1本で行こうかなと思います。ずっと天気が悪くてなかなか撮影来れなかったんだけど、やっとね晴れたんでね、久々に撮影来てます。めちゃめちゃね今日も暑くなりそうなので、てかもうすでにめちゃめちゃ汗びっしょりなんだけど、熱中症にならないようにね頑張って歩いていこうと思います。それではね早速行ってみます。大塚駅の歴史は古く、江戸時代には農村地域として知られていました。ここは江戸に近いため物流の拠点としても重要な場所でしたが、明治時代に入ると近代化が進み、鉄道の整備が始まりました。そして1903年に日本鉄道の大塚駅が開業し、地域の交通の要所となりました。また大塚駅前には都電荒川線、現在の東京さくらトラムが走っています。都電荒川線は1927年昭和2年に開業した東京都内で唯一の路面電車で、荒川区の箕輪橋停留所から新宿区の早稲田停留所までを結ぶ全長約 12.2 キロの路線となっています。大正時代には商業活動が活発化していきました。この時期の商店街の風景は今でも一部残されており、当時の建築様式や店構えで営業しているお店もあり、歴史的な雰囲気を感じさせます。昭和の雰囲気を色濃く残している大塚のれん街というスポットがあり、商店街全体に昭和の懐かしい雰囲気が漂っています。ここにも昔ながらの建物や看板が多く見られ、飲食店としてだけでなくフォトジェニックなスポットとして写真を楽しむ場所としても人気です。今ね北口にいるんですが、まずはね北口の方向から行ってみようと思います。こちらね JR の大塚駅、山手線の大塚駅ですね。でこっちの方にねじゃじゃん、もう一つ向こうに駅があるんだけど、あそこが路面電車の都電荒川線、昔のね、今は都電桜トラムっていう路線になってます。路面電車、東京で唯一の路面電車が走ってるんだけど、それのね駅が大塚駅にはありますと。こちらの方からねちょっと通っていってみようかな。上にね今山手線走ってますね。ちょうど来た。面白いのが踏切がないんだよね。全ての駅がそうなのか分かんないけど、とりあえず大塚駅の、桜トラムの周辺、線路をこうやって人が渡れるんだけど、踏切はありません。だからカンカン鳴るんだけど、みんなね右左見ながら渡っていく感じですね。面白い。駅前はね結構広場になってて、で左側こっちだね、こっち側に行くと商店街があって、で今から、逆にこっちの方かな、
に行こうと思ってるんだけど、こっちの方がねちょっと面白い場所があるんで、向こうの方に行ってみようかな。駅からねずーっと北の方に向かってまっすぐ行ったところですね。大塚はね結構私今まで仕事でいっぱい来てて、飲食店だったりとか美容室の撮影とかで、結構来てるので、ちょいちょい詳しいちょいちょい詳しいんだけど、ここのねお寿司屋さんとかも前はねよく来てましたね。まだね朝早いんで人も少ないんですが、でも暑いな。ここもねさっきの桜トラムの線路があって、でこの辺からがちょっと面白い飲み食い提灯横丁って言われるところになってるんだけど、もうすごい並んでる。あの辺はもう並んでますね。何屋さん？おにぎり屋さんだ。すげえ、おにぎり屋さんなのに朝から並んどるよ。だいたいこう飲み屋さんなんでやってないんですけど、お店自体はね。だけどこういうなんかちょっと昭和チックなレトロな建物が多くて、夜はね賑わってるんで結構面白い街なんですけど、この時間、午前中なんでね全然まだあれなんですが、あんまりこの辺は来たことないから知らなかったけど、結構面白いな。のれん街、居酒屋さんがいっぱいですね。この辺見るとわかると思うんだけど、のれん街って書いてますね。本当にこう建物自体はめちゃめちゃ古い、レトロな感じがしますね。なんかやってる店ないか、あるわけないか。いやー、なんか絵になりますね、こういうのとか。めちゃめちゃ絵になる。この屋根のところに「ほ」とか「へ」とか書いてある。これが多分その区画整理されてる番号、ここの建物は「ほ」ですよみたいな。どっかに多分地図があると思うんだけど、あそこにある。ここにのれん街の地図があるんだけど、これに書いてある。るとかいろはにほへと。でこれで場所はどこの店がどこですよみたいなのが分かるって感じか。面白い。今気づいたんだけど、大塚に星野リゾートありますね。ここに多分泊まってるのかな。知らなかった。星野リゾート、あんまり大きいホテルではないけど、星野リゾート大塚だそうです。はい、じゃあね、のれん街の方今後にしたところなんですけども、商店街の方にねちょっと行ってみようかなと思います。大塚には商店街が2つあって、北口の商店街と南口の商店街があるんだけど、今から行くのはまだね北口にいるんで、北口の商店街の方に行きます。結構ね飲み屋とかご飯屋さん多いんだよね。あと北口にはちょっとねピンク系のお店も結構あるんですよ。私はねあんまりそういうところは興味ないので行かないですけど、大塚で仕事があるよなんてたまに人に言ったりとかすると「どんな仕事ですか?」みたいな「いや普通の仕事ですよ」みたいなね。それぐらいちょっと大塚といえばピンクなお店があるっていうので有名な場所でもありますね。まずはね普通の商店街っていうか、普通の通りなんだけど、お店がいっぱい並んでるよっていう感じの。いやー美味しそうですね。フルーツ大福だってたまらんね。食べたいけどダメです。今日は体調整えてないので。はい、ここからが一応ね商店街って言われてる場所になりますね。大塚駅北口を出てすぐに入り口がある商店街、大塚銀の鈴商店街ものれん街同様昭和の雰囲気を残す商店街です。多彩な飲食店が軒を連ねていて、和食、洋食、中華、カフェなど様々なジャンルの料理が楽しめます。また商店街には手作りの工芸品や地元の特産品を扱う専門店も多いのが特徴です。またこの北口地域は歓楽街としても知られており、特に夜間は風俗店やバー、飲み屋が多く賑わいます。初めて来た方はピンク街が広がっているのに大変驚くと思います。この大塚の商店街にあるご飯屋さんは
実は結構私来たことあって、っていうか弁当安いな弁当安くねえか、400円台とかなんだけど、いや弁当安い。美味しいラーメン屋さんとかもねこんな感じで多いんですよ。結構ある。あと中華屋さんね、で定食屋さんとか焼肉屋さんとかで、私がおすすめしたいラーメン屋がこちらです。ボタン。九州の博多のラーメンですね。私九州出身なのでこのラーメンがおすすめです。ボタンさん。まあ本当食べ物屋さんが結構多いですね。こんな感じで居酒屋とか、まあ今ねまだ午前中というかもうすぐお昼なんだけど、でこういうとこに東横インとかあるのか、こういうとこに宿泊してる人が多いんですね。つけ麺、ここがね昔仕事できました二宮さんね、美味しかった、結構前だけど、なんかアジアンフードが多いイメージですね。まあでも今東京はどこ行ってもそんな感じか。すごいタックスフリーの薬局とかやっぱり外人の方が多分多いんですね。なんかねベトナムとかそっち系の東南アジア系の人が多い印象がありますね、欧米の方たちよりは。まあこんな感じで特に商店街っていうよりはまあ通りっていう感じではあるんだけど、まあ夜になるとね結構賑わってる場所ですね。この先にねお茶屋さんがあるんですよ。そこまで仕事、いやー閉まってるじゃん。あそこのね緑の矢島園さんっていうお茶屋さんなんだけど、ご年配の夫婦の方がやられてるお茶屋さんで、昔2年ぐらい前かな撮影に行ったんですけど、めちゃめちゃ風情のある場所でとても面白くて、でこの辺の葉っぱがもう緑ですけど全部桜になってて、この辺が春になるとねめちゃめちゃ綺麗なんですよ。で矢島園さんの上が茶室になっていて、あそこの窓開けると、桜を見ながらお茶が飲めるよみたいな、そういう場所で、いやすごくねいい場所だったのを覚えてますけど、その時作った動画がもしかしたらあるかもしれないから、あったら載せときます。はい。I die when I look in your eyes, then I come back alive when you touch me. You're the one for me, so here I am to give all I have. I'm in love with you, and you know that it's true. You can... じゃあね商店街の裏手の方に行ってみようと思うんですけど、裏の方に行くともうねピンク街ですピンク街、あそこにね山手線見えてるから、もうほんと駅のすぐ近く、線路沿いの1本隣ぐらいのところかなになるんだけど、まあね面白い店がいっぱいあるんですよ。いやもちろん私は行ったことないですよ、ないですけど、この辺が大体ねこうホテル街っていうか、なんか面白いこういう通りなんだけど、もうねまだ午前中だというのにこんな感じのいっぱい看板が出てます。安いんだよね見た感じ。だってさ2000円とかさ、すごい24時間営業って、この辺もそうでしょ。金額クラブ、こちらもありますよ。プリティガール、ただいまの料金3000円、安すぎんか。安すぎて怖いんだけど、でも有料店らしいですよ。いかがですか。はい、今ね駅に帰ってきたんですけど、大塚って本当に面白くて、向こうがのれん街でこっちが商店街で、こっちの通りがさっきのピンク街ねっていう感じで、ドンキがあったりとか、こういうスタバがあったりとか、いわゆる大型のマックとかね、大型のチェーン店とかもたくさんあるんだけど、のれん横丁みたいな感じの、レトロな昔ながらの
お店だったりとか、商店街にはあったりしますね。だから近代的なものと古き良き時代のものとをうまく融合した街になってる感じがしますね。だけど駅前は結構立派ですよ。こういうねでっかいビルとか建ってたりとかして。じゃあね、次は南口に行ってみようかなと思います。南口に行くには駅をね中をくぐれば行ける感じですね。面白いおじさんいる。じゃあ駅をくぐって南口の方に行ってみようかなと思います。駅ビルの中に、アトレとかアトレじゃないかアトレビカとか入ってる感じなんで、本当にねそういう総合施設とかもあるんで過ごしやすい街だと思うんだよな。ただね、さっきみたいにちょっと北口は歓楽街が多いので、飲み屋とかね、お子さんとかいるとちょっと行きづらいところかなとは思いますけど、はい、でこれを出ると南口なんですけども、南口はですね、まずはこういう広場があって、ここは結構ねイベントやってる。今もう設営してますね。何のイベントかな、夏のガーデン2024、こういうイベントとかができる広場とかがありますね。でこっち側に来るとああいうピンク系のものはあんまりなくて、学校とかもあったり公園とかがあったり、住宅街になってくるんだよね、こっちの方になってくると。これが大塚の駅ビルですね。アトレビで、さっきから見ていた荒川線がこっちの南口の方まで、さっきはこのカーブを曲がって左の方に行ったのが駅でしたけど、ちょうど来ましたね。はい、でここからが南口の商店街、サンモール大塚商店街になります。これね行ってみましょうか。大塚駅南口は北口とは雰囲気がガラリと変わります。南口にあるサンモール大塚商店街は北口に比べより地域密着型の商業エリアであり、日常生活に密接に関連しています。北口に比べ地元の特産品や個人経営の独自性あふれるお店が多く見られます。また北口に比べ歓楽街といった雰囲気ではないので、比較的静かな住宅街が広がっており、教育施設も充実しています。こっちの方もねまたこう雰囲気のあるお店が多くてめちゃめちゃいいとこなんですよ。この辺もね何軒か前に撮影したことありますね。この居酒屋さんも昔撮影しました。どちらかというとこっちの方はチェーン店とかより個人商店みたいなところが多いです。お寿司屋さんだったりとか、これは和菓子屋さんかなとかね、お昼から結構やってますね。こんな感じで向こうの通り、こっちの通りで向こうの通りみたいなね、いっぱいお店が路地に入っていくとあります。でもう奥の方に行くと結構住宅街だからもう全然違うんだよね。北口と神社とかある。神社行ってみますか。残念ながら改修してますね。屋根の付け替え工事、思いっきり工事中ですね。思いっきり工事中です。なんか立派だね、こういう電光掲示板とかって。もう全然入れませんね。手を洗うところも入れないぐらいだから、お賽銭だけは投げれますよと。おみくじもできますけどね。はい、天照の大神なんだね、この辺の。いや残念でしたけどね、神社は改修工事やってました。ここも前来たな。カレー屋さん、ビストロスナリさん、ここも前撮影しましたね。で確かこっちのスーパーマーケットが海外のものを売ってるんだけど、あっちのスナリさんが
経営が一緒でやってるんじゃなかったっけな。こっちの荒川線は踏切がありますね。でもあとは向こうは住宅地になってますね。いやこういう味がある居酒屋とかいいね。本当に南口の方は個人商店が多いなって感じで、この先が大通りなんですけど、それを右折するともう巣鴨になってます。なのでめちゃめちゃ近いですね。歩いて10分ぐらいかな。はい、というわけで大塚の町、北口南口とぐるっと一周回ってきました。いかがだったでしょうか。本当に北口と南口で全然雰囲気が違っていて、遊べるところもたくさんあるし、住みやすいところもいっぱいあるしって感じで、めちゃめちゃねちょっと変わったというか、いい場所ですけどね。家賃とかめちゃめちゃ安いらしいんで、とはいえね、隣の駅はもう池袋ですから、自転車で行けるぐらいのところ、こっからだとサンシャインとかもね全然近いんで、全然住むにはねいいところのような気がしますけどね。治安は良さそうですし、池袋に比べると。だけどちょっと行けば都会があるみたいなねところなんで、気になる方はぜひ一回ね遊びに来てみてください。今日の動画がね面白かったよっていう方はぜひねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね次の山手線の駅行こうと思ってるんで、今日ね境に梅雨が明けて多分晴れが続くと思うので、できるだけパパッとね一周回ってこの企画がね早めに終われるようにしたいと思いますので、ぜひご期待ください。ではねまた次の動画で会いましょう。バイバイ。